今日のもかつは筋肉マン懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。昭和の金消しを令和の今塗装しています。今回は往年の9センチサイズのデカ消し第1弾 A 型のビッグザブドウをペイントします。水性アクリル塗料で色付けしました。記念すべきデカ消し第1弾、当時のパッケージに同梱されていたブックレットです。丸腰製の正規品で1弾最初のパッケージにはこれが入っていました。ビッグザブドウ、この造形はデカ消し第1弾でしか存在しないレアなデザイン。もともとは読者応募のこちらが元祖のスタイル。ブックレット上はビッグブドウの記載です。まずは塗装前の状態です。大きな損傷などはありませんが、そこそこ汚れは目立ちます。ペイントには支障ないので、そのままいつもの工程で進めていきました。塗装後のレビューを先に。今回はデカ消し10体がセット販売されたマッスルファイターという商品の箱記載のカラーを再現するイメージで色を決めました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理から進めていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬けして可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。下出るカラーのレイヤー、ホワイトスカーを水で溶いて薄めながら塗りました。全体に塗りました。この方法が結果として効率が良いので、最近は消しゴム塗装ではこの薄く白の下地を入れる作業はほぼ全面に行うようにしています。ハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。色分けの1色目はボディ中央の青、下出るカラーのベースカレドールスカイを使いました。粘性高く扱いやすい塗料。次に下出るカラーのレイヤーエシングレイという塗料を使いました。こちらは濃いグレーの塗料。上塗り用のレイヤーという種類のカラーです。道着の上半身ブーツに使いました。塗料は水性アクリルの下出るカラーとパレホを併用、オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よくペイントをしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。スポットで黄色、パレホのモデルカラーディープイエローです。白の下地が効いて本来は隠蔽力弱めの黄色ですが、一発で色が乗りました。次に明るいグレーのカラー、下出るカラーのベースセレストラグレイです。面の中のカラー、そして頭部、市内の持ち手はこのカラーにしました。下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきもよく隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。赤です。パレホのゲームカラーブラッディレッドです。フェイス、面の格子、道着の縁取りラインに使っています。青、黄色、赤で随分カラフルなカラーリングです。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。かかった時間は約60分の塗装でした。ボディのブドウの文字、面のカラー、グローブ、道着のカラーとして黒、パレホのゲームカラーブラックです。背中の市内の紐にも使っています。今回の塗装で使用した塗料はこちら。この造形のビッグザブドウ、ビッグブドウは以前に別カラーリングでペイントをしたことがありました。
ストーリー上登場したビッグザブドウは剣道をモチーフにしたパーフェクト超人、パーフェクトラージナンバーズ、完結の称号を持っていた実力者。正体はネプチューンキングで、リングの周囲に剣山を配置するソードデスマッチの考案者。日本出身で超人強度は5000万パワー。市内のケース、そして脚部に肌カラー、パレホのモデルカラー、フラットフレッシュを使いました。粘性の高い隠蔽力の強い濃い色味のフレッシュカラーです。ここからは陰影をつけて質感を高めるために、シタデルカラーのコントラスト、スケルトンフォードを水で溶いて染め塗り。最後は主に道着や面の上にシタデルカラーのシェード、ナルンオイルを全体に流し入れるように塗りました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューです。ということで今回は筋肉マン金消し塗装往年の丸腰製デカ消し第1弾ビッグザブドウ、当時の表記はビッグブドウをマッスルファイターの箱カラー水性アクリル塗料を使ってペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。